皆さんこんにちは、春広夫婦です。私たちは2023年11月から DIY した軽バンで日本一周旅をしている夫婦です。今回の動画では普段自分たちが生活しているこの車の購入から DIY 完成までにかかった費用を車内紹介とともにご紹介したいと思います。 DIY 中の様子はショート動画にアップしておりますので、まだ見てないよという方はぜひそちらもチェックしてみてください。それでは車内紹介スタート。じゃあまずは大元となる部分です。大元となるこの我が家、この車ですね。この車自体いくらで購入したかというと、こちら21万4000円になります。これは、込み込みやね。そう全部込み込み、前の動画でも言ってるんですけど、とにかく抑えたいっていうのがあったから、価格の部分を重視して購入しました。はい、で、車種はハイゼットカーゴのハイルーフです。天井が、ちょっと高めで、年式は2015年のもので、購入時に14万キロすでに走った車でした。だから結構おばあちゃん、そう普通の車でいうと引退に近いぐらい使われている車ではあるんですけど、最後のお仕事として自分たちをね、日本一周に連れてってくださいということで購入しました。でこれが一番大きい出費というか購入金額で21万4000円でした。この21万4000円の中には、車検とか自賠責保険も含まれているので、結構お得な買い物だったなと思います。はい、続いて塗装についてです。塗装は見ての通り、外装とあと内装の部分だったりダッシュボードだったりも、塗装したので全て合わせての金額になります。それがこちらです。で自分たちは塗料を宝塗料というところで購入しました。結構いろんな人が使ってるよね。そうだね。で自分たちはツートンカラーを採用していて、上側がミルクティーベージュで、下側が、アイシンクグリーンという色を使用しました。でこの塗装は結構細かい部分まで自分たちは一応塗ったつもりではいて、一応塗ったけど、こういうところも近くで見なくてもムラとか塗り残しがすごい。近くで見なくてもね、ダッシュボードの部分も、内張り剥がしとかで剥がせる部分は剥がして、こういう感じで、塗装をしています。でここの塗装はホームセンターで買ってきたラッカースプレーを使って塗装をしました。そんで私たちは外装は、基本的にはローラーを大部分をこうやって塗っていって、細かいところはハケブラシで塗りました。どっちもダイソーで購入しました。次は断熱と制震剤です。トータルの費用がこちらになります。断熱材と制震剤は主に Amazon で購入しました。で断熱材、制震剤っていうのはもう、こういう内張りの中であったり、天井の裏一面に貼ったね。ショート動画に載ってるかな。これ大変だったね。結構天井に貼るのが結構大変やった。続いて天井です。天井にかかった費用はこちらです。こんな感じで天井を作りました。結構薄めの板だよね。これをホームセンターでカットしてもらって、それを詰めていた感じやね。でこれどうやって留めてるかっていうと、もともとね、このハイゼットカーゴの天井には金属の支柱みたいなのがついていて、そこに、まず根太を結束バンドで留めています。土台となる木材だね。でそこに、こういう感じでビス止めをしていった感じですね。だからこの釘のところに根太があるって感じやね。で天井にはシーリングライトをつけていて、これは貼ってるだけやね。
そう、これは埋め込み式ではなくて、もう上から後から貼っちゃってる感じです。木材の保護塗料か。保護塗料は天井だけ透明なものを使ってます。結構この木目が可愛かったんだよね、この木の。そうそうそう、だからあんまり色付けしたくなくて、透明のものでしました。結構気に入ってるよね、この色は。はい、で続いて棚にかかった費用です。棚の部分はこの横のメインの棚と上の大きい棚とサイドの細い棚、すべて合計した金額になります。はい、それがこちら。でこちらの大きい棚は、ヒノキ材の少し厚めの木材を2枚購入して、で1枚片側1枚片側という感じで左右に2つ作りました。ある程度は、ホームセンターの方にお願いしてカットをしていただいているんですけど、この下の部分の R の部分とかはどうしても自分でやらなければいけないので、自分たちで電の子を使ってカットしたという感じです。電の子でカットしたのすごいね。でここなんでこういう風にしたかっていうと、この寝る部分のスペースはできるだけ広く持っておきたいということで、土台の部分を細くして、でも収納スペースも確保したいから、ここからちょっと太くなっているよという途中からね。でこの棚を作るにあたって難しかったことなんですけど、そもそもこの車の壁が見ていただいた通りちょっと内側に湾曲してるんだよね。だからこの木をただただまっすぐ置けばいいっていうわけじゃなくて、この木もその壁に合わせて少し削ったり湾曲させたりっていうところが結構難しかったね。結構こまごまやってたね。そう、切ってははめて、ちょっとここ当たるなっていうのでまた切ってははめてっていうのを繰り返してちょっとずつ調整していった感じです。テーブルがねついていて、折りたたみ式のテーブルになるんですけど、ここはそこまで強度が高くないので、メイクしたり、あとちょっとご飯の時に物を置いたりするぐらいで使ってます。この上の棚もね結構収納力高くて、バスタオルしか入ってないんですけど、私がちょっと腰曲げて座って入れるぐらい。ヒロはなかなか入れない。そうね、俺はここに座ったら打つからね。ピーンとするとこんぐらいでこの棚の固定についてなんですけど、L 字の金具を使っています。でどこに固定しているかっていうと、このベッドのフレームの土台に1、2でこの内側にも3で、こっちの外側にもついてて4つ固定しています。頑丈なんじゃないかな。でこれで土台とまず固定していて、じゃあ横揺れはどうなんだっていうところなんですけど、それは、この上にかかっている端、棚を両サイドの棚に固定することによってこの棚で固定してるって感じだよね、横揺れを。でこの上の棚をどうやって留めてるかっていうと、下からビス止めをしています。で、この上に物を置いてるんですけど、後ろ側に出てこないためにこのねセリアで100均で購入した何これこれは多分もともと壁にかけるやつよねを使って留めてます。で横の棚もまたここでも L 字を使っていて、この車結構もともと車体に穴が開いてたんだよね。そこにこの L 字をネジでつけている感じです。でこの麻紐も結構麻紐ってずっと張ってるとたるんでくるので、そうなんだよね。意外とねたるんでくるんだよね。これは麻紐はもう替えのものを持ってきていて、もう無理かなと思ったら変えたり、伸びた分結んだりして調整をしてます。はい、お次はこのベッドと土台の部分ですね。この総額の費用です。ここからよね、土台っていうとこの下のさらに下にもあるんですけど、ここのトータルの費用になります。
それがこちら。でまず自分たちは車体の上にこの土台となる板をつけて、その上にこういうフレーム、ベッドフレームを作りました。でその上にマットレスを置いております。そうやね。で土台の部分の下にはこういった感じで、まず根太と呼ばれる土台となる、土台のまたその土台だね、となる木の棒を入れて、でそこに上からビス止めして止めてるといった感じですね。でこんな感じで、もうまさにここミスってるけど、でここミスって多分ここ最初に記してたやつからやり直してるね。まあこういう紆余曲折ありつつ、で自分たちは、この軽バンに生活するっていうことで、いかに収納スペースを確保するかっていうことも重要だったんだけど、逆に自分が今180近く身長があって、あんまりこの収納部分高くしすぎると、自分が座った時に頭打っちゃうっていうところもあったので、ギリギリを攻めたね。そうギリギリを攻めた、でこのハイゼットカーゴはこの真ん中の部分でちょっと段差があって、で前の部分はまだね30センチぐらい高さがあるんですけど、後ろの部分がだいたい14センチぐらいの高さの収納スペースになってます。そしたらこのマットレスのところですね。マットレスはこういう感じで板にマットレスと、レザー生地を貼り付けている感じです。普通にマットレスとして使われてるやつよね。そうベッドのマットレスで寝るところ、ただでさえ狭いところで寝るので、マットレスもちょっと気に食わなかったらもうストレスがやばいから、ここは自分たちが納得できるやつを買おうっていうことで、結局費用と相談して、通販というかネットで買うことにしました。でこのレザー生地は、後でも紹介するんですけど、このマットレスにも使用してるし、この前のねシートカバーとかにも使ったり、あと内張りとかにも使ったりしてます。一回足りなくなったんよね。そうで合計8メートル自分たちは購入しています。はい、この色可愛いよね。モカブラウン。モカブラウンにしたね。結構気に入ってる。そんなに汚れも目立たないし。そうだね。で予算としてはこんな感じだから、このレザー生地を買ったことによってこっちのシートカバーとかの値段もそちらに含まれてるといった感じですね。じゃあここの総額の中に他の部分のレザーのも入ってるんだね。そうだね。じゃあちょっと気持ち高めですね。気持ち高め。はい。はい、続いてカーテンです。カーテンは全部合わせて800円で作ってます。もう内訳とか紹介するまでもないよね。取り急ぎのカーテンでつけてたはずなんだけど、これでいいかということでずっと使ってます。これ突っ張り棒をグーってやって、ちょっとここでマスキングテープ、この黄色のマスキングテープで固定をして、これも100均のカーテンやね。カフェカーテン。ちょっと長さ足りないけど窓自体は隠れる。そうだね。で私たちはサンシェード寝るときはねつけるので、これは日中の目隠しっていう感じでつけてます。あと雰囲気だね。雰囲気やね。可愛いよね。でここつけてるのちょっと不格好なんですけど、こういうダイソーで売ってる J フックのね、磁石板の中にこの突っ張り棒を入れて折ります。もともとここにかけてたんだけど、こうやって当たるたびに落ちてくるのが嫌で中に入れるという技を編み出しました。続いて運転席周りです。運転席周りはこちらのアームレストと、あと携帯置きと日よけカバーかな。あとここのバックミラーで、この辺りの運転席周りの費用総額がこちらになります。でアームレストはこんな感じでサイドブレーキの上に作っています。このもともと灰皿があったところを
個抜いてそこにかける形で固定しています。はい。こうすることによってここにもちょっとした物置そうやね。ができるし、この中にも小物入れを作りました。自分たちがいる周りにこうやって小物入れみたいなのいっぱい作ると案外便利だよね。そうやね。あと意外とこの辺にもリップとかハンドクリームとかね。ここは携帯置きになってます。ここね。でこれほとんど100均なんだよね。ここの部分も100均のフォトフレームみたいなやつでもともと売られていて、作ったのがここの木の板だけをちょっと四角く切っただけで、後ろにあるやつももともと100均で売られていたなんかボックスみたいなやつね。ここあれして角だけちょっと削った丸みけど、を帯びさせて。であとは春が頑張った日よけカバーだね。そうやね。これも100均のジーンズ生地そう。を、春が縫ってくれました。続いてはこの車体の上の部分になります。車体の上にはルーフギャリアを乗せていて、その上にトランクカーゴを2つとはしごを1個乗せてます。でこの総額あとあっちにソーラーパネルも乗ってるか。そうだね。でちょっとソーラーパネルは除いてになるんですけど、この総額の費用がこちらになります。このルーフキャリアは、ネットでお安いルーフキャリアとしておなじみのタフレックのものを使用しています。でキャリアの上には2つトランクカーゴを積んでいます。で結構大きめを積んでるよね俺ら。これどこで買ったっけ？70リットルのトランクカーゴを楽天で購入しました。そうこの中には、テントとかのキャンプグッズであるとか、あとは今冬なんですけど季節外の服、夏服とかを入れています。ソーラーパネルは、結束バンドとゴリラテープの2つ、あとカラビナか。そうにまず1つはここに結束バンドを使って固定しています。でもう1つはこのゴリラテープでつけています。で最後の砦として砦、そう最後の砦だよね。ここカラビナを使ってもしゴリラテープが全て外れて結束バンドが全てちぎれてしまった場合の要最後の砦っておかしくない？最後に工具類です。工具類は旅には持ってきてないんですけれども、全く持ってない初心者だったので、必要なものを買い揃えました。その総額がこちらです。今言ったように自分たちは DIY 初心者だったので全く工具を持っていなかったっていうのもあったので、必要な分だけ買い揃えた感じです。で全て Amazon で、比較的安めのものを買いました。でもし今後希望するならコードレスのものが欲しいなといったところかな。やっぱり自分たち高いんだよね、コードレスは。そうちょっとだけ値段上がるね。費用を抑えるためにコード付きのものを買ったので、その部分ちょっと大変だったかな、電源を確保するのが。そうね。でも最後まで壊れることなく使えたのは良かったかなと思います。はい、こんな感じで、社内のそれぞれの費用について公開してきました。で最後、全部足せば出るんですけど、この車の購入から DIY 完成までにかかった合計の金額がこちらです。これは車込み込みの金額やね。そう車込み込みの金額だから込み込みです。なのでここから車分引いてだいたい20万円ぐらい。そうだね。中全部作れたっていう感じです。
で、木材に関してももうちょっと抑えられたかなっていうのはある。あ、本当。だって終わってみて結構端材とかもいっぱい余った状態だったし、そうよね、家にポスト作ったもんね。そう余った端材余りすぎて家にポスト作ったね。だからもっと上手に効率的にやればもうちょっと費用を抑えれるかなっていうところはあります。はい、でこんな感じで紹介させていただきましたが、もし何か補足で聞きたいこととあればコメントください。多分もっと DIY 詳しい人とかいっぱいいると思うし、なんせ自分たちは初心者で初めて作った車なので結構あらとかはいっぱいあるので、もっとこうした方がいいよとかも教えていただければ嬉しいです。そうやね、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。はい、じゃあまた次の、観光動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。